もしあなたの手元に3000万円という資産があったら、これでもう老後は大丈夫かもしれないと、ほっと肩をなで下ろすかもしれません。しかし、ここで一つ、非常に重要な事実をお伝えします。実はお金が足りなくて焦っている人よりも、目標を達成して少し安心した人の方が、老後を前にして、大きな判断ミスをしやすい傾向があるのです。一生懸命働いて、ようやく3000万円という壁を越えた。その達成感と安心感が、無意識のうちに油断を生み、せっかくの資産を少しずつ、あるいは一気に減らしてしまうリスクがあります。ようこそ、お金と自由の航路へ。船長です。今日お届けするお話は、資産3000万円の壁、50代で貯金3000万円は安心か、アッパーマッソーが陥る3つの落とし穴についてです。よくニュースや経済雑誌などで、資産3000万円以上はアッパーマッソーと呼ばれます。野村総合研究所のデータでは、純金融資産3000万円以上5000万円未満の層は、アッパーマッソーと呼ばれます。これは、マッソーを向けた、資産形成が進んだ層と見ることができます。ただしここで注意が必要なのは、このデータが示している基準についてです。これは持ち家などの不動産の価値を含んでいません。預貯金や株式、投資信託などの純金融資産から、ローンなどの負債を引いた金額で計算されています。つまり、今住んでいる家を売れば3000万円になる、という話ではなく、不動産を除いた金融資産ベースで、実質的に3000万円以上を持っている層のことです。これは、本当に素晴らしい成果です。長い間、家計をコントロールし、様々な誘惑に耐え、コツコツと積み上げてきた努力の結晶です。まずはその努力を、ご自身でしっかりと褒めてあげてください。しかし、問題はこの後にやってきます。人間というものは、1000万円、2000万円と、苦労して目標をクリアし続け、3000万円という大きな区切りに到達すると、心理的に大きな変化が起きやすくなります。もうこれくらい我慢しなくてもいいのではないか。少しぐらい贅沢をしても罰は当たらないだろう。投資の才能があるからもっと増やせるのではないか。このような気の緩みが、せっかく築き上げた資産の防波堤に、見えない小さな穴を開けてしまう可能性があるのです。この動画を最後まで見ていただければ、資産3000万円に到達した人、あるいは退職金などを含めてもう少しで到達しそうな人が、どのような罠に陥りやすいのかがわかります。そして、その罠を回避して、大切な資産を守りながら育てるための、具体的な次の一手が明確になります。特定の金融商品を売り込むような話ではありません。後半では、資産を長持ちさせるための、具体的な役割分担についてもお話ししますので、ぜひ最後までお付き合いください。ではここから、50代で資産3000万円が見えてきた人が陥りやすい3つの落とし穴について、具体的に解説していきます。1つ目の落とし穴は、ライフスタイルインフレという罠です。これは、資産や収入が増えたことに伴って、無意識のうちに生活水準が上がってしまう現象のことです。3000万円という安心感から、日々の小さな支出への警戒心が薄れていきます。例えば、週末のスーパーの買い出しで、少し高いお肉を選ぶようになる。月に一度だった外食が、2度3度と増えていく。旅行に行くときも、せっかくだからと、ワンランク上のホテルや旅館を選ぶようになる。もちろん、人生を楽しむためにお金を使うことは、非常に大切なことです。我慢ばかりの人生が良いわけではありません。しかし、注意が必要なのは、それが特別な日のご褒美ではなく、当たり前の日常になってしまうことです。生活水準というのは、一度上げてしまうと、それを元に戻すのは非常に困難です。退職して年金生活に入り収入が減った後も、その高い生活水準を維持しようとすれば、3000万円という資産を、想定よりもはるかに早いベースで、
目減りしていくリスクがあります。これが一つ目の見えにくい落とし穴です。二つ目の落とし穴は、気が大きくなったことによる、一括ハイリスク投資の穴です。資産が3000万円に達すると、心に余裕が生まれます。すると、自分には投資の才能があるのではないか、もっと効率よく増やせるのではないか、という自信が芽生えやすくなります。特に、退職金などが入って、一気に口座の残高が増えたタイミングは要注意です。手元にまとまった資金があると、銀行や証券会社から、様々な金融商品の提案を受ける機会も増えるかもしれません。その中には、手数料が高く設定されているものや、仕組みが複雑で、リスクが見えにくいものも含まれている可能性があります。そして、せっかくまとまったお金があるのだからと、よくわからない商品に手を出してしまったり、特定の銘柄に、数百万あるいは1000万円単位のお金を、一気に投資してしまうケースがあります。50代からの資産運用において、最も意識すべきなのは、大きく増やすことではなく、大きく減らさないことです。相場には波があります。一括で大きな金額を投資した直後に、大きな下落相場が来たらどうなるでしょうか。自分の資産が短期間で何百万円も目減りしていくのを見たとき、冷静な判断を保つのは非常に困難です。もっと増やそうと焦って、結果的に大切な老後資金を大きく損なってしまう。これが2つ目の落とし穴です。3つ目の落とし穴は、現金への過信とインフレの罠です。これは先ほどの2つ目の罠とは全く逆のパターンです。3000万円貯まったのだから、これでもう十分だ。投資なんてリスクを取る必要はないと。全額を銀行預金のまま放置してしまうケースです。銀行預金は、投資商品のように日々価格が大きく変動するものではありません。ペイオフの範囲内であれば保護されます。しかし、ここ数年の日本の状況を見ればわかる通り、私たちは今、継続的な物価上昇の波の中にいます。スーパーに並ぶ食品、日用品、電気代やガス代など、多くの身近な支出が上がっています。もし、物価上昇が続く一方で、あなたの3000万円がほとんど増えなかったらどうなるでしょうか。通帳の数字は3000万円のままですが、そのお金で買えるものの量は、少しずつ実質的な価値が目減りしていく可能性があります。これが、インフレによる購買力の低下です。投資の値下がりリスクを避けたつもりが、物価上昇という変化に対して、無防備になってしまう可能性があるのです。いかがでしょうか。日々の無意識の浪費、一気にリスクを取る投資、そして現金のまま放置するリスク、どれも3000万円という安心感が引き金となって、判断が鈍ってしまうことで起こりやすくなります。想像してみてください。もしあなたが資産の役割分担をしないまま、ただ漠然と3000万円を持ち続けていたら、物価が上がるたびに、通帳の残高が減っていくスピードに怯え、テレビで株価が上がったというニュースを見れば、自分だけが取り残されているような焦りを感じ、逆に株価が下がったというニュースを見れば、投資なんてしなくてよかったと胸をなで下ろす。そんな風に、世の中の動きに心が振り回されてしまうかもしれません。では、この落とし穴を避けて、大切な資産を落ち着いて守りやすくするためには、どうすればいいのでしょうか。ここからは、資産を守りながら育てるための、具体的な次の一手についてお話しします。最も重要なのは、資産の役割分担を明確にすることです。お金を一つの大きな塊として見るのではなく、使う目的に応じて、いくつかのグループに分けるのです。まず第一に、生活防衛資金と、数年以内に使う予定のある資金です。日々の生活費の半年から数年分、そして、車の買い替え、家の修繕、親の介護など、近い将来に出ていく可能性が高いお金です。これらは、日々の生活を守るための大切なお金です。したがって、物価上昇の影響を受けたとしても、
すぐに引き出せる銀行預金や個人向け国債のような値動きの少ない安定した形で持っておくのが基本です。そして第2に、当面使う予定のない長期的な資金です。10年以上は手をつけなくても生活できる、いわゆる余剰資金です。この部分のお金を物価上昇のスピードに対応するために長期的な視点で運用に回すことを検討します。そのための選択肢の一つが新NISAです。ただし、先ほどもお伝えした通り、一気に全額を投資するのはリスクが伴います。手元にあるまとまった資金を新NISAに回す場合でも、例えば5年や10年といった長い期間をかけて、毎月少しずつ積み立てていく時間分散という手法を取り入れることで、高値で一気に買ってしまうリスクを和らげることができます。新NISAの枠があるからといって焦って使い切る必要は全くありません。自分の心の平穏が保てるペースでゆっくりと資金を移動させていくことが50代からの投資では大切になります。今日お話ししたように、お金の役割を明確に分けておけばどうなるでしょうか。日々の生活に必要な現金はしっかりと手元に確保されている。だから明日の生活に困ることはない。一方で将来のための資金は分散された投資信託などを活用しながら長期で育てている。こうなれば日々のニュースに一喜一憂することなく、心穏やかに自分らしい時間を楽しむことができるはずです。それでは今日の重要なお話をまとめます。あなたが資産の落とし穴を避け、老後の安心を確かなものにするためのポイントは以下の4つです。1つ目、資産3000万円への到達は素晴らしい成果ですが、その達成感が生む油断に注意すること。2つ目、日々の小さな支出の増加であるライフスタイルインフレを警戒し、生活水準をコントロールし続けること。3つ目、まとまった資金が入っても一気にハイリスクな投資に回すのは避け、大きく減らさないことを優先すること。4つ目、現金のまま放置するリスクを理解し、生活を守る現金と長期で育てる運用資産の役割分担を明確にすること。いかがだったでしょうか。長い年月をかけて誘惑に負けずコツコツと3000万円を積み上げてきたあなたのその努力と忍耐力は本当に素晴らしい才能です。だからこそその大切な資産を一時の油断や焦りで目減りさせてほしくないのです。3000万円という数字は決して人生のゴールではありません。ここからあなたらしい豊かな時間を過ごすための新しい航海の準備が整ったということです。今夜あるいは明日の朝、少しだけ時間を作ってご自身の資産の役割分担を紙やスマホに書き出してみてください。すぐ使うお金、数年以内に使うお金、当面使わないお金、この3つに分ける作業をするだけで頭の中がすっきりと整理さえ、これからどう行動すべきかが自然と見えてくるはずです。今日のお話を聞いて生活水準が上がっていないか見直してみます。一括投資をしようとしていたので踏みとどまりました。お金の役割分担を早速書き出してみます。そう思えた方はぜひコメント欄で皆さんの今の心境や資産管理で気をつけていることなどを教えてください。皆さんのリアルな声が同じように航路を模索する仲間の大きな力になり、私の動画作りの一番の原動力になります。そしてこの動画が皆さんのこれからの資産防衛や家族の幸せを守る一つの重要な羅針盤になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの応援があるからこそ私はこの航海を続けることができます。決して焦らず、正しい知識で資産の置き場所を整え、あなたの大切な資産とこれからの自由な時間を守っていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。